さあ始まりましたスポットライト MC の藤野真平です。スポットライトはアルティメットの選手やチームにスポットライトを当て好きや応援したいをつなぐメディアプロジェクトです。まだ知られていない選手やチームの思いやストーリーをお届けします。今回は第2回ということで、ノマディックトライブから佐々木啓太選手と中尾健太郎選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ健太郎さんからご紹介をお願いします。はい、中尾健太郎と申します。大学は、国際キリスト教大学で、もともとサッカーをやっていたんですけど、大学で、アルティメットに出会って、始めました。で、社会人になってからは、ノマで所属していて、もう多分8年目、9年目ですかね、9年目になります。で、ちょっといつからかパッと覚えてないんですけど、ここ数年キャプテンをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。啓太さん。佐々木啓太と申します。出身大学は関西学院大学で、社会人になってから東京に来てノマディックトライブでプレーしています。この夏で3年目になりまして、今はノマディックトライブのオフェンスセットとしてプレーしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はノマディックトライブについてとか、お二人のどんなプレイヤーなのかっていう話とか、あと来月に控えているクラブ選手権の話についていろいろ伺おうと思います。じゃあまずノマディックトライブについて、もしかしたらご存じない方もいると思うので、どういうチームかをご紹介いただいていいですか？はい、我々ノマディックトライブは、2003年に、設立された、クラブチームでして、東京を中心に、活動していて、東京の大学から中心に、いろんな、選手が参加してきてくれているチームですと。で、去年、全日本選手権に優勝して、先ほど言っていただいてた来月クラブ選手権に、出場する予定になってます。で、そのクラブ選手権には、日本でおそらく唯一、5大会連続で出場していて、来月の大会で6大会連続の出場になります。なるほど。じゃあ歴史があるチームなんですね。そうですね。日本の中では、おそらく、文化シャッター、バズバレッツと、ロッキートスとか、大阪スピリッツとか、という中心に、トップチームで常にトップ、ベスト4には常に入るような、チームで活動してきているかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。啓太さんに伺いたいんですけど、チームに入ったのは、ここ3年前。2024年の8月頃、8月頃入団しました。ノマに入った理由ってあるんですか？そうですね。ノマ入った理由は、アンダーで一緒にプレーしたことがある選手も多くいましたし、自分が動画とか見て勉強してる選手も多くいて、ありがたいことにそういった選手に強くお声掛けいただいたので、自分を必要としてくれてるチームに入りたいなと思って入団しました。めっちゃ誘いました。めっちゃ誘いました。健太郎さんから。もう俺もだし、みんなもう絶対来てほしいってみんなで言ってたんで、めちゃくちゃスターだった。佐々木が東京に来るぞというので、もうめちゃめちゃ誘いました。めちゃめちゃ誘いました。覚えてます。もういろんな方から連絡いただいて、まずは練習来てみてよっていうことで、めちゃくちゃ必要としてくれてるなっていうのが嬉しくて、すぐ入団決めました。8月にすぐ決めました。健太郎さん以外からもなんか声かけてくれた人っているんですか？そうですね。それこそもうアンダーで一緒にやってた選手からは、普段から連絡取り合ってないのに、4月と東京に決まったって言ったら、毎日のように今週はどうだっていうことで連絡来てて。どうですか？入ってみた感想、今までプレーしてみて思ってた通りでした？そうですね。思ったより厳しいとか、思ったより人がいいとか、なんかそういうギャップってありますか？そうですね。思ってたより厳しいはなかったですし、思ったより人がいいっていうのはすごい感じましたね。皆さんやっぱりアルティメットのこともですし、普通に社会人としてのコミュニケーションもよく多いので、そこで一人で東京出てきて、生活も不安な中あったので、そこはすごい助かりましたし、アルティメットに関しては皆さんクレバーかつ熱い思い持ってやってる人が多かったので、そこは入って間違いじゃなかったなと思ってます。そうですね。これは健太郎さんに伺おうと思うんですけど、やっぱりノマディックトライブといえばトップチーム
で挙げられると思うんですけど、長年トップチームであり続けられる理由って何かありますか？そうですね。長年、ずっと、優勝はできてなかったっていうのがずっとあって、どうなんだろうな。一定その学生選手権含めて活躍した選手が入ってきてくれているっていうところで、維持できていたチームなのかなっていうふうに思っていて、どんどんその若手を使っていくっていう、チームの雰囲気はずっと昔からあって、私自身も入ってもう1年目からずっとオフェンスセットで出させてもらっていて、でなんて言うんでしょう、ベテランがディフェンスに回っていくみたいな感じも多かったので、そういうので、でも一方でどんどん人が変わって入れ替わっていくみたいな形だったので、なかなかここだから去年から今年にかけて、ほぼ同じメンバーでやれてるっていうのが、結果が出ている理由かなというふうに今のところは思ってます。なるほど。じゃあ若い子を発掘というかスカウトして、どんどん実践に入れていって。そうですね。そこは本当に若いからまだ練習しかさせないというよりかは、もういきなり全日本の試合に出して、それでミスって学んでいくみたいな、考え方なのかなって思ってます。もう自分もめちゃめちゃミスったし、たくさんもう全日本の決勝も何度か出たけど、一回も活躍できたなって思ってることはなかったけど、ずっとオフェンスセットで使ってくれていたし、そういうところで、そういう選手が毎年1人2人いてっていうので若手をうまく使って、チーム作りができてるって感じなのかなとは思います。なるほど。そのなんて言うんでしょう、優秀な強いその次世代の4年生卒業したをスカウトするなんて言うんでしょう、コツってあるんですか？コツ？なんだろうな。結構奪い合いになるじゃないですか。それこそケイトさんとか、みんな多分欲しがっただろうし。そうですね。でもお互いでも社会人やりながら土日にやる中で、楽しくやれなかったらダメだなと思っていて、自分たちのそのノマのチームの雰囲気とか、こういう風にノマのアルティメットってやってるよっていうのをちゃんと伝えるっていうことを結構意識しているかなと思っていて、それが伝わっていいなって思ってくれれば入ってくれるし、それが合わなくて他のチームを選ぶ選手ももちろんたくさんいるんで、そこは取りにもちろんこっちは来てほしいので声はかけるんですけど、話し合った結果、やっぱやりたいプレー、やりたいアルティメットってもっとこういうのなんでこっちのチーム行きますは全然OK だし、そういうパターンも今までいっぱいあったから、そこがうまく合えばって感じかなって思ってます。やっぱじゃあカルチャーというか野間の良さを知ってもらって、もう本当にはって思ってます。一言で言うとどんなんていうチームなんですかね？楽しい？どうなんだろうね。難しいよね、表現が。結構外から見ると、なんだろう、ちょっと厳しさあるのかなと思ってたんですよ、野間って。結構人数もいるし、みんな熱いし、けどさっきのケイタさんの話聞くと厳しくはないし楽しいしみたいな。そうですね。まだアルティメットに関してはみんな本気やってるから、厳しいタイミングもあるけれども、どっちかというとポジティブに、アルティメット以外のことも含めて、楽しんでるチームなんだろうなっては思ってます。で、僕が入団した1年目に行ったクラブ選手権その先輩方のクラブ選手権というか旅行というかの楽しみ方みたいなのがすごいなこの人たちって本当に思って、めっちゃ楽しかったんですよね、その先輩たちについていくのが。で、それを見てまた絶対クラブ行きたいのまでクラブ行きたい、世界大会行きたいってめっちゃ思ったし、もう車の移動中ですらいちいち楽しいっていうのがクラブ選手権だったんで、そこまで楽しんでるチーム日本にはないだろうなっていうのはめっちゃ思ってます。アルティメットも本気だし、それ以外の
アルテに付随する生活も思いっきり楽しもうみたいな。そうですね。本当に。もう、せっかく1週う間、ん。踊るだけで海外行くし。海外行って、で、まあ大体車の大会会場とか、毎日ご飯食べ、まあ試合終わってご飯食べたりとかも、まあ同じ車単位での移動なんで、まあその車のなんか絆が生まれるというか、なんか全員で同じお揃いのグッズ買ったりとか、で、それを各社見せ合うというか、アピールし合う。可愛いことしてるんですね。そうみたいなことをやってたりするんで、その辺も含めて、なんかいいチームだなって思ってくれる人が入ってくれているし、それを楽しめる人が結構残ってくれているかなと思います。なるほど。今の話聞いてケイタさんどうですか？楽しんでます？いやもう楽しいですね。まあ、本当アルティメットに関しては、ケンタロウさんが前半言った若手どんどん使っていく文化っていうのは本当にあるなと思ってて、私も1年目2020年の8月シーズンの全日本まであと2、3ヶ月っていうタイミングで入ったにもかかわらず、まあ、オフェンセットでもう自由にプレーさせてもらって、その直後の試合でも出たんですね。もう使ってもらって、で、まあ、実際私もその年の全日本の準決勝で、怖いもの知らずでプレーしてたんで、準決勝の最後終盤の私の、まあ、ワンミスで敗退したんですけど、まあ、それでもまあ、そのシーズン以降も、信頼していいポジションで使ってもらってるので、本当若手をこうどんどん出場させて経験積ませてっていう文化はあるのが強さの秘訣なのかなとは思ってます。なるほど。あと、まあ、アルティメット以外で楽しむっていうのも本当にあるなと思ってて、私はクラブは今回が初めてなんですけど、まあ、クラブのための海外経験ということで、昨シーズンはオランダのウィンドミルっていう大会とか、今シーズンは5月にベルギーのトムズトーナメントっていうのに行って、やっぱそこでも車で移動して、僕の車はベルギーのバスケ代表のユニフォームをお揃いで後ろに名前プリントして作ったんですけど、そしたらやっぱ周りの車がめっちゃいいなそれみたいな、そういうのはやっぱノマ特有の仲良さっていうところかなと思ってますね。ずっと修学旅行やってるみたいな。本当にそう。男子校の修学旅行のノリを多分ずっとやってるよ。ただやっぱ大会入ったらもうやるときはやるので、そこに関しては、まあ厳しさはなかったってさっき言いましたけど、そこに関しては厳しくはあると思います。みんな自分にも仲間にも。ただいいなって思うのは、なんていうんですかね、感情に任して怒鳴る人はいないので、皆さん頭いいので、ちゃんとこういう理由があって、こういうことを厳しく言ってるんだよっていうのが分かり合えてるのがいいのかなと思ってます。その共通認識って結構安心ですよね。そうですね。なんかそこをなんかちゃんと、まあ、言語化するというか、言葉にしてちゃんと伝える、まあ、アルティメットのプレーのこともそうだし、まあ、それ以外も含めてなんかそれを、まあ、特に今シーズン先シーズンから、まあ、やれてるところが、まあ、今チームとしてはすごく成長しているなって思ってるところですかね。なるほど。ケイタさんに伺うんですけど、はい、野間に入って一番成長したって思う部分ありますか？そうですね。成長した部分いっぱいあるんですけど、まあ、一言で言うとアルテ IQ かなと思ってまして、頭の良さ。そうですね、頭を使うことですね。で、学生時代と比べて一番変わったのはやっぱりその頭をフル回転してプレーしてるっていうところで、まず自分の個人的な話で言うと、まあ、どっちかというと学生時代はもう俺がっていう、プレースタイルでそれがいいと思ってやってたんですけど、やっぱ社会人のトップチームの試合になるとそれだけでは通用しない部分があるので、やっぱ仲間をこううまく使って自分はスペースを空ける動きだとか、あとはまあその次のプレーを見越した動きとか、そういったところは野間に入って一番成長したなと思ってますし、まあ、試合単位で言うと、まあ、よく15点をコントロールするって僕は最近言ってるんですけど、このどう15点をキープし続けるかっていうのが、やっぱシュートだけで15点は取れないですし、ハンドラーの短いプレーだけで15点は取れないし、それをこう試合のもちろんディフェンスセットの点の取られ方とか、どこでブレイクがあるかとかでこうコントロールする、自分たちで主導権を握り続けるっていうのは野間に入って成長した部分だなと思ってます。成長しました？
いや、成長してる。もともと、まあもちろんアルティメットに関しては、はい、まあ体格もあるし、走れるし、飛べるし、投げれるし、申し分はないんですけど、なんか、まあ一方で、まあそうだね、ケイタ言ってた通り、もっとうまくやれるなって思うシーンは、まあずっと思っていたので、なんかそれをどんどん吸収していく、別に教えてない、なんかこうした方がいいよとかってほぼ言ったことないけど、なんかいろいろ見て多分吸収してるんだろうなっていうのをすごく感じますね。なるほど。まあ、ケイタさんがノマディックトライブの顔って伺ったんですけど。そうですね。はいはい。次世代エースとして、日本のエースとして、日本のエースとして。はい、頑張ってもらわなきゃいけない人材なんで、おーはい。で、周りから言われてる、なんて言うんでしょう、自負とかありますか？自負。いやもう自負というか、担っていきたいなとはもちろん思ってますし、自分が担わなきゃなとは思ってうん。プレイしてます。なるほど。これからノマディックを、トライブを、日本を日本を。背負ってくれると思います、彼日本をは。じゃあ次に、お二人の出会った頃の関係性を伺います。出会った頃の関係性。最初のお互いの第一印象ってどんな感じでした？第一印象会った時、どうしようかな。じゃあ、見た時にしますか。見た時まだ面識はなくて面識はも、ない一方的に。初めてケイタのプレイ見たのが、新人戦の動画を、みんなノーマの練習後にみんなで見てって、で、なんかすごい上手なやつがいるなと思って、まあ見てたのがきっかけで、まあ、その後は学生本戦かなを見に行って、まあ優勝した時に見に行っていて、まあその時もプレーをずっと見ていて、で、なんか個人的にすごい印象的だったのは、最後1個ブレイクされたよね。決勝ですね。決勝。1個シュートミスったよね。シュートミスって1個ブレイクされて、はい、で、まあエースとしてもう俺が系だと思ってたんだけれども、その次のターンにほぼディスクに絡まずに、ブレイカーがキープして優勝したんですよ。で、それを見て、なんかこいつ結構すごいかもなって思って、あそこで自分が絡まないというか、味方に任せるというか、味方を信じて、まあ、自分がエゴを出してプレーするんじゃなくて、チームとしてどう勝つかをちゃんと見極めて、プレイしてるんだなって思ったし、まあ一個ミスったっていうのもあって、多分一歩引いたのかなとも思っていたんですけど、だからそれをなんか学生でやってるのは結構すごいなって思ったのが結構印象的ですね。覚えてます？その最後の試合。もちろんめちゃくちゃ覚えてます。シュートミスって。はい。後半の、まあ、取ったら勝ちの場面で、絶対決めたろうと思って。そう。あのターンはそう思ってたよね、絶対。そこまでは佐々木なんだ、佐々木っぽいなと思ってて。もう鬼ほど力んで、シュート打ってミスって。で、まあ、一応点差はあったんで、その次のターンは、まあもちろん、相手はもうイケイケで来るんで、で、僕に確か強いディフェンダーもついてたので、もう、コートの端っこにスペーシングして、開けて、で、まあ、最後決めた2人も、2人とも1個下なんですけど、もうめちゃくちゃこう厳しく教えてきてもう完全に信頼してたので、そこに任せたらもうちゃんと2人で取り切ってくれたので、まあ、優勝したのも嬉しかったですし、2人がやりきってくれたっていうのも個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったので、もちろん覚えてます。なんかもともとずっと俺がってやっていて、その大事な試合で任せるっていう判断って怖くなかったんですか？そうですね。まあ怖いもありましたし、決めたいって思いはもちろんあったんですけど、まあ、まだ点差があったっていうのと、まあ本気で、2人を信じてた、まあ2人というか、僕以外の6人を信じてたので、まあ詰まったらいつでも行けるよっていう感じはあったので、行けるとこまで行ってっていう感じで。行ってこいと。はい。最悪そんなかっこよくないですけど、任せちゃってました。なるほど。じゃあ逆に、健太郎さんの最初の第一印象って、健太郎さんの第一印象、僕個人的に動画めっちゃ見るの大好きなんですよ。だから結構ニッチな動画とかまでめちゃくちゃ前のアンダーとか健太郎さんのアンダーとか、
も課金してみたり、もちろん A 代表とか、あとは昔のノマとかの動画も見てたので、健太郎さんっていうか、当時は中尾健太郎は認知してたんですよ。そうですね。で、ちょっと失礼かもしれないですけど、健太郎さんってあんま目立つタイプじゃない、目立つタイプではないプレイヤーなんですけど、めっちゃ動画見るの好きなタイプの僕からすれば、この人いなかったらオフェンス回んないな、みたいな。っていうので、めっちゃいい選手やなっていうのはずっと思ってました。だから、ノマ入るって決めて、やってみたかった選手の一人で、相変わらず、なんか派手さはないんですけど、うまいし、やっぱ困った時にいたら助かる選手やなっていうのが今も印象です。じゃあ、逆に今いいお話聞いたんですけど、喧嘩したこととか、意見がぶつかったことってあります？喧嘩はないですけど、まあそうだな。喧嘩ないよね。喧嘩なんかないですよ。喧嘩ないよね。喧嘩なんかないよね。方針が違うみたいな。とか、あんまりないし、なんだろうな。プチ言い合いもないですよ。ないね。あんまり。円満。いや、なんか、もうマジで怪我しないでほしいって思ってるぐらい。今日も、ここに来るとき話したんですけど、いや、なんか明らかに若干痛そうだから、今。やめた方がいいんじゃないっていう。けど、抜けないんですか？フリスビー見ちゃうとやっちゃうから、そろそろやめなさい。でもちょっと響きましたね。いろんな人に言われるんですけど、やっぱ選手として長いですし、ミドルのポジションで、これだけこう、トレーニングとケアしながらやってきてる人が、こうクラブ直前でしっかりとああいう言葉をかけてくれたので。あと1ヶ月しかないから、怪我したら終わりだし、実際本大会長いし、みたいなのがあって。今怪我したら間に合わないですね。ちょっと、もう別途で行くのは厳しくなっちゃうっていうのを、分かってると思うんですけど、まあなんか練習もなんか盛り上がっていくと、まあね、やっちゃうっていうのは気持ちはもちろん分かるんですけど、まあその辺はちゃんと周りの言うことを聞こうねって、まあ最終自分の判断なんで、やれるならやればいいし、そこは信頼してるんでいいんだけど、キャプテンとしては。そうそう、いやもう心配。もうこれ以上というか、もう怪我だけが今一番怖いんでですね。気をつけて。ぐらいです。はい。そんなに。そんな喧嘩するようなことはない。喧嘩はないです。喧嘩はない。クラブ選手権についていろいろ伺おうと思います。その時の健太郎さんにとって、その6位、オノマデクトライブと世界一との差ってどんな風に感じました？いや、絶対無理だなって思ってましたね。準決勝ベスト8でカナダのゴートに負けたんですけど、超差を見せつけられたというか、まあ彼らはそのベスト8までそこまで苦しい試合をせずに勝ち上がってきていて、まあ余裕もあるし、まあ体力的にも余裕だけど、まあこっちはもう体ボロボロの状態で準々決勝に臨んでいたので、元気な状態でこの何試合3日目4日目とかに臨むっていうことが本当にまあ世界一になるには絶対必要なんだな。